こんにちは、ギヒコです。後ろにもね、見えてると思うんですけど、最近デスクを新調しました。前に使ってたものがね、結構古くなってしまったので。で、新しいやつはね、最近やたら YouTube でよく見る昇降デスクってやつにしてみたんですよ。自分で高さを変えられるやつ。座りで作業をするのと、立って作業をするのと、姿勢を変えて作業ができるっていうのがこの昇降デスクの売りなんですけど、なんでね、今回僕がこの昇降デスクにしたのかっていうと、姿勢を変えられるのがいいっていうのももちろんあるんですけど、基本僕デスクの PC を使って DJ の練習をするので、別にDJ ブースみたいなの設けてないんですよ。なので DJ の練習するときは基本座ってすることが多かったんですけど、でもどっちかっていうと立って練習したいタイプなんですね。で、これがまたね、普通のデスクって座って練習しようと思うと若干高くて、で、立って練習しようと思うと低すぎるんですよ。でもこういった昇降デスクなら自分の DJ 用の高さに合わせて練習することができるんでいいんじゃないかなと思って今回選んでみました。まだね、買って間もないですけど結構調子いいですよ。で、それでね、デスクを探してる時に YouTube のデスクセットアップ動画みたいなやつを見漁ってたんですけど、DJ のセットアップ動画作りたいなと思って、僕みたいにね、デスクで DJ してる人も多いんじゃないかなと思うので、今回はね、iPad を例にして自宅で DJ する時のセットアップをちょっと提案してみたいなと思います。小築場合じゃないんですけど、簡単なセットアップからちょっとステップアップしたものまでね、考えてみたので、iPad でね、DJ することに興味ある人はぜひ参考にしてもらえたらなと思います。なるべくお金のかからない方向で考えてはいるので、DJ っぽいことやってみたいよっていう人なんかでも始めやすいんじゃないかなと思ってます。早速一つ目なんですけど、一番手軽に iPad で DJ ができるセットアップです。iPad 本体と簡単なスピーカー。お家にね、なんかある人はそれで十分です。それと有線イヤホンと iPad にオーディオジャックを接続するための USB-C イヤホンジャック変換ケーブル。それとスプリットケーブルと呼ばれるものと、そこからスピーカーにつなげるオーディオケーブルです。特殊なケーブルがちょっと必要ですが、これだけの構成だったらそれ以外は持ってるよっていう人も多いんじゃないでしょうか。とりあえずこれだけあれば、イヤホンでちゃんとモニタリングをしながら自分のミックスをスピーカーで流すっていう DJ の基本的なことは十分できます。DJ はミックスするときにスピーカーとは違う音を自分では聞いてるので、こんな感じで人に聞かせるためのスピーカーと自分で聞くためのイヤホンが必要になってきます。これに iPad 用の DJ アプリを入れておけば DJ みたいなミックスができますね。モバイル用の DJ アプリっていくつかあるんですけど、個人的には Recordbox for iOS っていうものと、あとは DJ っていうアプリがおすすめです。この2つについての比較はね、また別の動画でやろうかなと思ってるんですけど、正直ね、どっちを選んでも機能面で言ったら十分なので、とりあえず両方ダウンロードして使ってみて、で、気に入った方をね、サブスク購入していくのがいいんじゃないかなと思います。ちなみに参考に今紹介したセットの価格を言うと、このスピーカーが6000円ぐらいと、ケーブル類がまとめて4、5000円ぐらい、イヤホンが1万4000円ぐらいで、合計2万円ちょっとですね。もう少し価格を抑えようと思ったら、スピーカーとか、あとイヤホンの価格をちょっとリーズナブルにできるかなっていった感じです。で、接続の仕方は、まず iPad に USB-C 変換ケーブルとスプリットケーブルを接続します。そのスプリットケーブルの赤い方にイヤホンを接続して、もう片方にスピーカーを接続します。これで完成です。次にアプリですね。今回は DJ っていうアプリを使っていきます。真ん中上の DJ のマークをタップします。そこの設定からオーディオデバイスをタップ。マスターをさっき接続した USB-C 変換ケーブルに設定して、それからモニターをスプリットアウトプットというものに設定してください。これで iPad に接続したスピーカーとイヤホンに別々の音を流すことができます。このスプリットアウトプットっていうのは、普段音楽ってステレオじゃないですか。左右のスピーカーから音を流しますよね。そのステレオを左右別々に使うっていうものです。片方のスピーカーからミックスした音源を流して、で、もう片方のスピーカーからモニタリング用の音を流すっていう方法ですね。で、そのモニタリング用をイヤホンで聞くっていう感じになります。なので、この設定にすれば iPad がミックスした音源をスピーカーに流して、モニタリング用の音源をイヤホンに流してくれます。こんな風にして一つの音源しか流せないところを二つに分けて別の音として扱うのがこのスプリットアウトプットです。まずね、これから DJ をお試しでやってみたいよっていう人なんかは、これぐらいの構成から始めるといいんじゃないかなと思います。続きまして、
さっきのセットに DJ コントローラーの DDJ Flex 4を追加したものです。こんな感じのセットを組んでる人が一番多いんじゃないかなと個人的には予想してるんですけど、さっきのセットみたいに iPad と DJ アプリがあれば DJ 自体はできるんですけど、やっぱり DJ コントローラーがあるとミックスの作業がめちゃくちゃやりやすくなるので、 iPad の画面で DJ することにね、慣れてきたらステップアップすることをお勧めします。それとね、DJ コントローラーがあるとさっきみたいにスプリットアウトをしなくてよくなるので、イヤホンとスピーカーにそれぞれステレオで音を流すことができます。セッティングはね、至ってシンプルで、この DDJ Flex 4を iPad にまず接続して、もう一つの USB-C 端子を使って電源に接続します。それで Flex 4のマスターとスピーカーを接続したら、あとはコントローラー手前のイヤホンジャックにイヤホンを接続して完了です。これでね、DJ コントローラーを使ったミックスができるようになります。これぐらいのセットだと、この DJ コントローラー含めて外に持ち運ぶことも簡単にできるので、例えばアウトドアで DJ をやったりだとか、友達の家に持ってったりだとかね。せっかく持ち運びに適した iPad で DJ をするんだったら、こういうセットもありなんじゃないかなと思います。今紹介した DDJ Flex 4の価格は現在44,000円です。こんな感じのセットがね、値段も手頃で、かつ本格的な DJ も楽しむことができるので、バランスがいいんじゃないかなと個人的には思います。コンパクトで場所を選ばないですしね。最後、もっとこだわりたい、便利にしたいっていう人なんかには、こんなセットはどうでしょうか。スピーカーを小型の Bluetooth スピーカーからブックシェルフ型のものに変更しました。エントリー向けの5インチのものなんですけど、これでもかなり音質は良くなるので、本格的な音で DJ 楽しみたいっていう人はマジでスピーカーこだわってください。コスパめちゃくちゃいいと思います。音関係でいくと、イヤホンを DJ 用のヘッドホンに変えるっていうのもありだと思います。DJ するときってヘッドホンをこう頻繁に付け外しするので、DJ 用のヘッドホンってそれがしやすいように設計されているのと、あとは遮音性が高いので、モニタリングの音もすごく聞き取りやすくなると思います。それと、いくら iPad の操作性がいいとは言っても、文字を打つことに関してはね、やっぱり物理キーボードの方が優れてると思うんですよ。曲を検索するときなんかはやっぱり僕はタッチパネルで文字打ってるとイライラしてきてしまうので、なのでこういったキーボード付きのケースだったりだとか、あとは Bluetooth キーボードなんかがあると選曲のしやすさも向上すると思います。ここまで揃えるとね、だいぶ快適に DJ できると思います。まあほとんど PCDJ みたいになっちゃってるので iPad でやる意味はっていう感じなんですけど、でも小規模のパーティーぐらいだったら十分対応できる構成ではあるので、自分で練習してね、イベントを開催してみたいっていう人なんかにはおすすめの構成です。ざっとね、3つセットを紹介してみました。最初は一番シンプルな構成ですね。スピーカーとイヤホンとケーブル類だけで iPad の画面を操作して DJ をする形です。これならほとんど手持ちの機材にケーブルを少し足すだけでできるっていう人も多いんじゃないですかね。初めての人はこのあたりから始めてみるといいと思います。次がさっきの構成に DJ コントローラーの DDJ Flex 4を追加したものです。DJ コントローラーを追加したので本格的な DJ が楽しめるようになったのと、あとは持ち運びも簡単にできるものばかりなのでアウトドアなんかにでもね、使うにも便利だと思います。最後がそこからスピーカーとイヤホンをグレードアップさせて iPad にキーボードを追加したものです。より快適でね、現場に寄せた感覚で DJ ができると思います。これぐらいのセットを準備できれば自分で練習してイベントを開いたとしても十分対応できると思います。これならね、iPad を PC に入れ替えれば PCDJ ができるので、PCDJ に移行すれば DJ コントローラーの選択肢もぐっと増えるので、自分好みのコントローラーをね、また選ぶことができます。こうなってくるとね、沼の入り口ですね。非常に楽しい。はい。今回はね、デスクセットアップの動画を YouTube で見漁ってて思いついたネタなんですけど、皆さんの自宅 DJ ブースってどんな感じになってますかね？コメント欄で教えてもらえると嬉しいです。そのうちね、みんなの自宅 DJ ブース選手権みたいのもやってみたいんですけどね。みんなの DJ ブースもね、見てみたいので。なのでね、これからも応援してもらえると嬉しいです。このチャンネルではですね、DJ 初心者の方に向けて情報発信をしておりますので、参考になったよっていう人なんかはですね、いいねとチャンネル登録をして次回の動画を待ってもらえたらなと思います。それではまた次回の動画。